から出てるみたいな感じなんだけど、このガーゼのところから尿を吸っちゃって不衛生。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は下半身麻痺女子の生理事情についてお話ししていきたいと思います。はい。こちらも昔ね、何回か動画に取り上げたんですけど、やっぱり DM で問い合わせが多いのが、その排泄障害の次にやっぱり女の子たちからはね、生理どうしてますかっていう風に言われることが多いので、改めてまた最近の私の、生理事情っていうのをお伝えしていきたいと思います。はい。下半身麻痺で生理来るのかっていう話ですが、私は事故で下半身麻痺になったけど、私の場合、みぞおちから下が麻痺していて、じゃあそのみぞおちから下の体は機能してないのかって言ったらそうではなくて、それぞれね、事故とかの状態によっては様々あると思うけど、私の場合は普通に生理が来ます。子宮にね、問題がないので、授かるということもできます。生理が来たタイミングも本当に事故が起きて、入院中すぐもう生理の予定日がある程度迫ってたので、結構予定通りに来たんじゃないかなって感じでした。で、もともと生理痛がめちゃくちゃ重い人だったんだけど、その生理痛重いし、しかも不純なこともあって、昔ピルを飲んでた時期があったの、怪我する前ね。その怪我する前、ちょっと前くらいからはもうピルをやめてて、で、生理痛っていうのもそんなにやめた時からも重くはなかったし、麻痺になってからは、生理痛っていうものを感じなかったわけ。でも、ここ最近、再生医療始めてからかなって思うけど、やっぱ生理痛っていうものを感じるようになったし、ズーンと、生理の時のこの下半身の重みとかだるさっていうのを自己当初は感じてなかったけど、ここ数年感じるようになりました。それがいいか悪いかって言ったら難しい話なんだけど、そういった痛みの変化っていうのはあります。今基本的に順調に来ていて、ピル飲んでたのでうまく整ったからかわかんないけど、4日間くらいでだいたい終わります。ピタッて終わらないけどだいたい終わります。で、一番多いのはやっぱり1日目2日目が結構多いです。で、もともと健常者の時から私はタンポン派の人でした。やっぱナプキンって蒸れるし、量多い時とかもうちょっとずれちゃって服まで汚れたりみたいな感じがあったんで、私は基本的にタンポン派だったからタンポンにしようかなって思ってたけど、一番初めはやっぱり尿取りパッドをそのまま尿取りパッドしてるのにナプキン敷く意味ってよくわからないじゃん。だから基本的には尿取りパッドをもうナプキン代わりに使ってたんだけど、やっぱりそれだと自己導入をする時とかめちゃくちゃ血だらけになるわけ。不衛生だなと思ってやっぱりタンポンを入れようと思いました。なので、基本的にはこういうね、よくあるタンポンを使ってます。ただ、じゃあタンポンを使うってなった時も、トイレとかで入れたりするとするじゃん。でも、わかんないけど、やっぱ緩みがどうしても昔よりあんのかな。タンポンをしてても、横から漏れてきたりっていうことがあったり、またはタンポンしてます。で、尿取りパッドしてます。で、自己導入をしますってなった時に、尿が漏れてましたってなったら、このタンポンの作りって、ここにガーゼがね、出てきて、これを入れて、ガーゼだけがピロンと膣から出てるみたいな感じなんだけど、尿取りパッドがここにあるとするじゃん。で、尿が出ちゃいましたと。で、尿取りパッドが吸う前とかに、このガーゼのところから尿を吸っちゃって、逆に、この漏れた尿を吸っちゃって、逆流して、膣の中に尿が来ちゃうってことが結構あったんですよ。不衛生、めちゃくちゃ不衛生だなって思って、もしタンポンするとしてもその時はバルーンを入れてる状態にしておかないとダメだなって思いました。はい。じゃあ今何使ってるか。タンポンも使ってるけど、量が少なくなってからはタンポン使ったりするけど、
今はやっぱり多い時は月経カップを使ってます。はい、こんくらいの、これソフィーの月経カップですね。で、月経カップもいろんな種類があって、海外製の月経リングみたいなやつもあったり、あとは海外製のもっと大きいバージョンとかっていうのがあったりするんだけど、でもこれでもそうね、朝つけて、夜お風呂入る時までは、ある程度大丈夫かなっていう感じです。で、ここがやっぱりこのリング状になってるやつの方が取りやすい。リング状じゃなくてなんかピンってなってるやつだけあったりするんだけど、私はこっちの方が、特に下半身麻痺の人とかはトイレで取るか風呂で取るかしかできないし、こう自分でこう立ってみたいな感じでもできないから、取りやすいのはやっぱこのリング状になってるやつの方が取りやすいと思います。基本的に煮沸を毎回しなきゃいけないんだけど、めんどくさいから耐熱のコップにお湯をいっぱい張って、でそれを電子レンジで700ワットで10分くらいして、私はいつも消毒してます。白用のナプキンも最近使うようになりました。こちらですね。リハパンみたいな見た目なんだけど、これナプキンです。生理の日ルーティンをお教えしたいと思います。まずじゃあお風呂入ったところからスタートしましょう。お風呂入りました。バスタオルを車椅子にセットします。で、体前側拭いて、あとはバスタオルに乗り移って、全裸のままで自分の部屋まで行って、でそっからベッドに上がってからパンツを履いたり、基本的に全裸で寝るんだけど、パンツ履いたりっていうことをします。ただ生理の時に関してはバスタオルを敷いて、その上によいしょってなったとしても、もう血が出てるわけだから、バスタオルも汚れるし、バスタオルから浸透しちゃったクッションも汚れたりするんです。なのでやっぱりもういろんな見方、これは本当にいっぱいあったら助かる、このいつも紹介してるペットシーツですね。ペットシーツを生理の時はバスタオル敷いた上にこちらを敷きます。で、だからここに血がついても大丈夫で、すぐにトイレに生理の時はすぐ行って、で、例えば量が多い時っていうのはこの生理用のパンツを履きました。数ヶ月前くらいまではタンポンして、尿取りパッドして普通に下着履いてっていうことを、夜寝る時もしてたんだけど、やはりタンポン量多い時は8時間くらいのこれでもさっき言った横から漏れてきたりっていうことがあるのと、尿取りパッドだから経血を吸うっていうものではないんですよ。別に吸ってくれないわけじゃないけど、でも改めてこっち使ってみた、その生理用を使ってみた時に吸水率が全然違う。尿取りパッドは吸ってる部分もあれば、やっぱちょっとこう吸いきれてない血もあるんです。だからお尻が汚れちゃったりっていうのがあるわけ。でもこれは生理用はやっぱりちゃんと吸ってくれるから、血があるところでもある意味サラサラとは言わないけど、こう浮いててお尻が汚れてるみたいなことがあんまりない。だから量多い時はタンポンしないでこれだけで寝てても全然平気だなって思ったんです。普通にバルーン入れてこれ履いてっていうのをもうトイレ上でやってからお布団に上がらないと、やっぱ昔は全裸のまままた生理の時もお布団まで戻ってきてやろうと思ったけど、やっぱりこうベッドにも血がついちゃうから、もう本当にトイレで一旦パンツ型のやつを履いた方が一番汚れないし一番安心だと思いました。はい、朝になりましたと。はい、こちらは捨てますね。で、量多い時はトイレで月経カップをつけます。で、血だらけになるので基本的にはゴム手袋をつけて月経カップを入れます。月経カップ入れるの怖いなっていう人たちいると思うんですけど、やっぱりこう潰れるので、こんな感じに潰れたのをギュッて入れてあげて中で開くみたいな感じですね。ここがこう最後の出口だとしても、こんくらい私は入ってる、これくらいしか
出てないかもしれない。これくらいも出てないかな。もうこんなくらいの感じで中に入ってるっていう感じですね。ただやっぱり感覚がわからないので、しっかりつけれてるかっていうのが問題になるんですけど、とりあえず私はある程度こう入れてパッて手離して、なんとなく膨らんでんなみたいな感じで終わってます。タンポンはここがプラスチックなんですよ。これなんか産婦人科の先生が YouTube とかで言ってたから、あ、そっかって思ったことだけど、ここがプラスチックで、ちょうどこの先端ってさ、意外とこう固めなんだよね。だから感覚がわからない中でこのタンポンを入れてっていうのも、やっぱ中を傷つけてしまうんじゃないかっていうのが一つあったんで、使ってるけど、基本的に量多い時は、こっち月経カップを使ってます。で、尿取りパッドをつけてます。で、朝つけて、大体、私は一回も交換しないので、気になる人は一旦ね、トイレでまた、バッて出してまた、綺麗じゃないけど、洗わずにこうすぐ戻すっていうことも別にありだと思うけど、私は基本的にお風呂入るまで、だから12時間くらいはもうつけっぱです。で、仮に溢れたとしても、尿取りパッドさんが一応あるっていうような状態にしてます。で、じゃあ、お風呂入りましょう。じゃあこちらを、前はお風呂で抜いてたけど、今はトイレでゴム手袋して、ゴム手袋にそのまま包んであげて、で、そのまま洗面台に持ってって、石鹸でバーってしっかり洗って、で、さっき言った700ワットで10分で電子レンジにチンしてやってます。月経カップ抜きました。トイレでだから全部脱ぐから、で、これ、別にパンツ履いてもいいんだけどね。そのままお風呂行って、で、またお風呂上がったら、これ敷いて、っていうのに戻るっていうのが、生理の時の一日です。で、量が少なくなってきたらタンポンを入れるっていうことをしています。はい。こんな感じで私の生理の時の過ごし方っていうのをお話ししました。ナプキンを離れたのが結構昔だったけど、本当に昔よりこういう風な吸水率っていうのがすごく良くなっているので、ただやっぱり尿はどうしても吸いきれないところがあるから、やっぱそこは寝るとき、バルーンをつけてるときはこっちつけるとかっていう風にしたらいいかなという風に思いました。一般的に吸水ショーツとかっていうのをね、使う方も多くなってきたけど、普段尿取りパッドをつけている女子からしてみたら、吸水ショーツ尿取りパッドになっちゃうから、吸水ショーツの意味って基本的にもうないわけですよ。あとは本当に手が麻痺してる方々、自分で、そういう月経カップ入れれないとか、タンポン入れれないっていう方は、確かに生理ナプキンこういうのだけをやってる人もいれば、あとミレーナっていうね、もう生理を止めちゃうような器具を子宮に入れているっていう方もいらっしゃいます。やっぱ下半身麻痺になっちゃうと、基本的には血栓ができやすいっていうところがあって、ピルをなかなか飲めないっていうのもあるんですね。もしかしたら変わってるところもあるかもしれないけど、基本的にやっぱりピル飲めないっていうのがあるので、そういったミレーナを入れて生理を止めてしまうかっていうことも方法としてはあるかなというふうに思います。はい。そんな感じで私の生理事情をお伝えしました。はい。この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。Your